カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日はロータスエキシージスポーツ410を紹介します。カープライムでは毎週気になる車、注目の車を紹介しています。ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。そして取り上げてほしい車がありましたらぜひぜひコメント欄に書いてください。エリーゼという、ベーシックなスポーツモデルがあり、ラグジュアリーな方ではエボーラという2+2の、4シーターのスポーツクーペがありますね。エキシージはその間に入るようなモデルなんですが、考え方としてはもともとエリーゼのスポーツバージョン、レースバージョンのような車がありまして、それがベースになってこのエキシージというものが生まれました。つまりエリーゼのお兄さん版、アップデート版というふうに考えればいいと思います。バスタブ型と言われますが、要は四角いアルミのフレームを使ってその上にボディをかぶせているというような構造をとっています。ボディサイズとしては全長が 4080mm、 幅が 1800mm、 高さが 1130mm、 非常にコンパクトなサイズのスポーツカーですね。搭載するエンジンは 3.5 リッター V6DOHC スーパーチャージャー付きのエンジンです。トヨタ製のエンジンを使っています。セッティングチューニングはロータスで行っているんですが、やはりこのエリーゼの中でも非常にスポーティー、レーシーと言っていいグレードで、最高出力はなんと416馬力、これを7000回転で発揮します。そしてトルクも数字的に似てるんですが410ニュートンメーター、こちらは2500回転から7000回転の、非常に広い幅で発揮します。タイヤサイズなんですが、これはですねフロントとリアで、サイズが異なります。フロントはサイズ的にはですね17インチ21545の ZR17、 そしてタイヤの銘柄はミシュランパイロットスポーツカップ2というサーキット走行も意識したタイヤ調質となっています。ホイールは超軽量の単造アロイ製ホイールということで、これはブラック、シルバー、レッド、この3色から選ぶことができるんですね。そして目につくのはですねこの赤いブレーキキャリパー、こちらは AP レーシング製のものが採用されていまして、4ピストンですね。リアタイヤですがサイズが18インチになりまして 28530ZR18 なんでかなり太いです。超扁平タイヤを履いています。さすがにこの車体に対して、リアというかエンジンをミッドシップしてますので、そのパワーを受け止めるのに太いタイヤが必要なのかなというふうに思いますね。このフロントマスクを見ると、このスポーツ410の凄さ、いかつさというのがすごくよくわかると思うんですが、ファン、それからここにですねインタークーラーを装備していますね。フロントにもですねもういかにも冷却効率ですよね。もう大きなですねグリル、そしてその下にはこれもカーボンのフロントスポイラーが装着されています。地上高は低いです。タバコ1個分なんて言われまして、それぐらいなのでこれはかなり段差、あとは駐車場に止める時とかちょっと気を使わないとなという感じ。エアロパーツによって強いダウンフォースが得られるような設計になっています。リアビューなんですがこれもう後ろから見るとですねまずこの羽が大きいです。そしてカーボンです。ガラスではなくてもうこれも全部カーボン製のルーバーになっています。空力、特にダウンフォースを得るためのもので、フロント側で60キロ、リア側で90キロ、ダウンフォース下に車を路面に押し付けるような力が150キロ分かかるというような設計になっています。エリーゼなどとも共通のこの丸テール、片っぽがリアフォグ、片っぽがバックランプになっていますけども、共通の非常にシンプルなリアビューなんですが、ただこのスポーツ410の違うのはここから下ですね。やはり空力のためですが、リアのディフューザー、これはカーボンではないですね。これは金属製になるのかな。マフラーはもうすごい、これがレーシングサウンド奏でますけども、センターから1本出しの、エキゾーストパイプ、フラットなんですよ。これはレーシングカーあるいはスポーツカーにとっては非常に重要なことで、要はフロントで切り裂いた風が車のボディの上側通りますけども、一方で下側を風が抜けていくわけです。普通の一般的な乗用車っていうのはもうマフラーとかサスペンションがいろいろあって形状がガタガタしてるわけですけども、このエリーゼみたいなスポーツカーは下側をフラットにすることで下側の空気の流れもきれいに整えて、空気抵抗を減らすというような効果があります。感動します。
さてエキシージの運転席を見てみましょうね。いやー、スパルタンある意味何もない、もうね仕事場という感じなんですが、まあ何はともあれですよ、真っ先に目に飛び込んでくるのはこれじゃないですか。見たことあります？このマニュアルシフトなんですけど、この下のリンケージがほらもうむき出しのシフトのリンケージがあってですね、マニュアルシフトって普通みんな仕組みはこういう風になってるんですよ。ただカバーで覆われて見えないようになってるんですが、軽量化ということと、一つはやはり演出ですよね。このスポーツの演出としてこのリンケージがむき出しになっている。シートはですね、これもなんとカーボン製です。カーボン製のバケットシートでね、これ外してこう持って帰ったらさぞや軽いんだろうと思いますが、このモデルはいわゆるアルカンタラというですね、いわゆるバックスキン調の素材が使われていますが、スパルタンさも出るし、外装から内装の連続感も出るので、全体にシンプルな内装なんで、このオレンジ色、外装色とコーディネートされたオレンジ色のステッチがね随所に使われています。この車乗り込むのがすごい大変です。エリーゼに1年乗ってたことがあってですね、もう結構毎日乗ったり降りたり乗ったり降りたりしてたんで、その辺が分かるんですが、うまく乗り込まないとね乗れませんからね。まずは左足を入れてください。はい、その次にお尻をシートに落とします。こうです。そして最後に右足をしまいます。そして乗り込む。ダメな乗り方、頭を入れてしまう。こうやって乗ろうとします。こうすると乗れない。先に左足を入れる、それからお尻を落とす、これを守ってください。エンジンをスタートしてみたいと思うんですが、今ねメーターでこのほら丸いのがピカピカしてるでしょ。これはねイモビライザーといって盗難防止装置が効いてるんですね。でこれを無視してエンジンをかけようとすると、アラームが鳴ったりですね、非常に大変なことなんで、まずはそのイモビを解除するんですけど、真ん中に、スイッチがあるので、これがイモビライザーの解除スイッチですね。でこれを押してイモビライザーを切ってあげると、今ピカピカしてたのが消えました。この鍵穴に鍵を入れてひねってエンジンスタートスイッチを押し込む。これでエンジン始動です。スポーツモードのスイッチ、これを押すと、エンジンの音がちょっとですね高まったりですね、こちらはレースね、これはさらに、スパルタンな、サーキットモードですね。このノーマル、スポーツ、レースという3つのモードがあります。この隠しスイッチもね、このエキシージのちょっとスパイスを加えるスイッチなんですね。何かというと、これをですね押すと、ほら今エンジンの音が変わるんですよ。このスイッチを押すとエンジンの音が変わります。オフ、オンということで、このスイッチを押すとエキゾーストについている何かフラップをこう上げたり閉めたり、そういう風に加減をすると思うんですけども、そこでこの、排気音が変わると、そういうサウンドチューニングもしてくれるスイッチです。そして後ろにですねむき出しになったスーパーチャージャーのアクチュエーターのこのリンケージがですね見えて、これが運転してるとこのねアクセル操作とかにこうしてですねこう機械が動いてるのがですねこのミラーで越しに見えるんですね。この辺りはねもう本当演出半分必然性半分なんでしょうけども、このエキシージのねスパルタンさを物語っているというふうに思いますね。運転席からこのリアビューミラーを介してね、見る後ろの風景なんですね。まず後ろが全然見えない後方視界は、もう本当に見えません。エンジンルームリアセクションなんですが、カーボンパーツが一体でこうガバッと開きます。3.5 リッター V6、ユニットなんですがね、カバーもですね最近こういうねいろんなプラスチックカバーありますけど、こういう、金属にこのロータスというふうにね、削られてる、もうやっぱこれ辺がね燃えますよね。ここにねこのスーパーチャージャーのこのアクチュエーターが自分が運転してると見えてですね、これが結構走ってると動いたりするので、そこら辺もですね円数にとっては萌えポイントだと思いますね。運転席の直後にねエンジンが車の中央に積まれて、でその後ろにトランクスペースも確保されています。エリーゼにねちょっと
ど1年ぐらい乗っていたんで、やっぱりどうしても比較してしまうんですけども、まずね乗ってすぐ思ったのが、こちらの方がクラッチが結構重いですね。やはり、エリーゼは僕が乗ってたのは、4気筒の 1.8 リッターかな、220馬力版だったんで、それに比べてね、パワーが約2倍ですから、その辺は、ね、それに耐えるクラッチということでそうなるのかなと思いますけど、非常にクラッチは、踏み応えがあります。そしてハンドルはね重捨てです。パワーはなくて、ですからいわゆるパーキングスピードというかね、低速で動き始めはどっしり重いんですけども、こうやってコンスタントスピードになってしまえば逆にもうほとんど、ね、軽く手を添えてるぐらいでビシッと、特にスピードが上がれば上がるほどもうハンドルがもうビシッとしますから、非常にこうスポーツドライビングの時には頼もしいハンドルになるわけですが、一般的に言うとめちゃくちゃ重捨てですね。そしてハンドル自体も小径なんですよ。すごいね、もものハンドルですけども、ハンドル自体も小径なので余計にハンドルが重い。逆に言うとそういうスポーツドライビングの時には非常に正確な、よくロータスっていうと僕ら世代にとってはサーキットの狼、ロータスヨーロッパ、これを思い出す人が多いと思うんだけど、漫画の中で主人公の吹雪優也が拳1個分で車がこう車線をねこう変わってしまうみたいなの言うんだけど、その時に僕らはスポーツカーって拳1個分でピュッて曲がるんだって刷り込まれてますけど、まさにこのねエキシージも拳1個分、これをこうしただけでもう車がねシャッシャッと移動しますから、非常にそういう意味ではダイレクトでシャープなハンドリングですね。エキシージを操る一番の快楽ってのはこれでしょうね。このシフトフィール、むき出しなんですけど、これカツとね、本当に感触を伴ってショートストロークです。変速してですね、これがもうめちゃくちゃ気持ちよくて、よくスポーツカーのインプレッションの上等句で不要なシフトを繰り返してしまうっていうのがあるんですけど、まさにそういう感じで、こうやってね50キロぐらいで走ってもこの3速と4速を不要にこうね、これ気持ちいいんですよ。そしてこのシフトノブもアルミなんで、この触った時のねちょっとひんやりとするような感触も気持ちいいですし、もう本当にこのシフトすることが快感というようなね、まさにこれがロータスエキシージの美点かなと思いますね。そしてこのね、基本的には室内の、インテリアっていうのは、これはねもうエリーゼでもこのエキシージでもエボーラでも変わらないんですが、そのあたりはねもう本当ロータス割り切ってますよね。もうこういうインテリアには別に特にお金をかけないというか、必要最低限なものだけを備えている。このエキシージでいうと安心してください、エアコンはあります。夏でも乗れます。そしてね、ラジオ、オーディオはあります。もちろんそんな音なんかは別に大してよくはありません。ブワーって走ったらかき消されてしまうような音ですけども、一応ラジオはあります。そしてエアコンの吹き出し口があります。そしてハンドルは小さいですけどエアバッグはついています。それぐらいのね、現代の車としての最低限の装備があるので、そこは安心していいと思いますね。バスタブ型って言いますけど、大きなアルミの箱なんです。フレームというか大きなフレームの箱があって、バスタブ型っていうのはまさにその今この箱の中にこうやってお風呂に入ってるみたいにこうね、お風呂バスタブに使ってるように僕らはこう座ってるわけですね。で、その上にでこの、FRP というか樹脂製のボディをかぶせてるだけなので、これはね実は意外と言っちゃ悪いけど、この車はすごい丈夫なんです。でアルミの四角い箱に覆われて乗っているんで、仮に衝突したとしてもこのアルミの箱っていうのは非常に強度があるんで、この箱っていうのは守られるんですね。よっぽどのことがない限りは。だから
ドライバーの生存空間というのは守られるので、こういう、ね、華奢でタイトな車ですけども、その衝突安全性というのは、備えていると考えてもらっていいですね。そしてね、特にこのクーペの場合は屋根がね、フィックスといってオープンでは外せないんで、ちょっとね、ほんと狭いところがね、嫌いっていう人はちょっとあれなんですが、逆にスポーツカーとして考えると、このハイト感、低所感っていうのは、もう、なんつうの、こうやって普通にストリートを走ってても、なんか、サーキットを走ってるかのようなね、感情を味わうことができますし、この視界がやっぱ全体に狭いんで、スピード感があるんですよ。これ考えてもらえば分かると思うんだけど、やっぱり広々とした開放的な視界がある車ほど、やっぱスピードを出してもそんなにスピード感を感じないんです。周りがよく見えるから。ただこういう視界があえて遮られている、限られていると、非常にこのスピード感があって、こういうタウンスピードで走ってても結構そのスピード感をね、楽しめるということはあります。でもこのバックミラーはね、大きく横に飛び出しているので、後方のそういう意味で視認性っていうのは意外と悪くないです。はい、じゃあここでちょっとこのスポーツモードというね、切り替えてみましょうか。この、スタートスイッチの横にあるこのボタンを押すと、これでですね、スポーツモードになります。でね、スタートでね、加速をしてみましょうか。はい、鉄則でないとここまでです。実はこのエキシージの410は、0-100キロ加速が、3.4秒、3秒台でしたけども、これはね、いわゆるスカイライン、GT アウトはもっと速いですけど、あるいはポルシェの911なんかとほぼ同等の、ね、加速性能なんですが、やっぱ車重が、1100か1110だと思いますが、416馬力に対して車重がね、もう1トンちょいですから、やっぱこの絶対的な速度もさることながら、加速というのがね、このエキシージの、スポーツカーとしてのメリットだと思いますが、ちなみに最高速もね、290キロというふうに発表されていますので、スーパーカーですねと言って差し支えない動力性能を持っていると思います。はい、ストリートでは2速までしか入りません。加速ではね、もちろんフレキシビリティあるんで、別にこの、法定速度内で6速まで入れても、これ今回転数的には1000回転ぐらいですけども、全然フレキシビリティ走りますけども、でもやっぱりね、結構アクセル自体は、非常にデリケートというかですね、クラッチもかなり強化されているとか強いんで、発進は、ね、ちょっとやっぱり慣れないとガクガクしちゃうかなというところはありますが、慣れればさすがにと言っちゃ悪いけど、こちらパイオニアってもともとトヨタ製のエンジンをロータスがチューニングしているものなんで、その気難しいところはないですね。そしてでこうやって走ってて、いわゆるジキルとハイドではないですけども、この車のちょっと性格を変えるためのスパイシーなスイッチがこれですね。これがですね、サウンドをこれで主に変えるスイッチ、これを入れるとエンジン音がちょっと低いんじゃないですか。はい、これの入れると音がね、すごい、スポーツサウンドになりますね。こんな音が楽しめると。これはね、エンジン側のそのエキゾーストのバルブをこう開いたり閉じたりすることで調整しているようですね。ちょっとね、サウンドを演出してくれるスイッチがこのですね、ハンドルの横にあります。さりげないスイッチですが、これを、オンすると音がね変わるんですね。これはエキゾースト、システムついてるバルブみたいなものをね、こう閉じたり開いたりすることで調整すると思うんですが、ちょっとやってみましょうか。今
通常のサウンド、そこからほーって言ってね、ワントーン上がりましたが、これでちょっとアクセルを軽く踏んでいくとっていう音が出ます。ノーマルだと、ノーマルのモードだと同じように踏んでいますね。まあいい音なんですけど、ちょっと音のね、その迫力というかなが違いますね。もう一回やります。もう一回このスイッチを入れて、こうでもう完全にレーシングカーのそれになりますね。今日の一言です。ロータスエキシージは乗れる最高級ミニ四駆、あるいはフォットウィール、つまりこれはもうおもちゃです。実用性はありません。でもそういう車が貴重。もう子供の頃プラモデルを作ったりミニ四駆で遊んだ、感覚を大人になってから、お値段1000万以上しますけども楽しめます。ぜひこのおもちゃ手に入れられる人はもう最高にハッピー、手に入れてください。